2001年、アメリカ・ペンシルベニア州。この地域の森に遊びに来ていた少年2人はあるものを見つけます。それは大きなプラスチックのパイプ。こじ開けてみると、中には暗号で書かれた地図や160件にも及ぶ銀行のリストが、さらにはなんとシリアルナンバーが消された拳銃まで。驚いた少年たちはこの不気味な物品を持って急いで警察に駆け込むんです。その後、この物品は FBI に提出されます。提出された物品を見て FBI 捜査員たちはあることを確信するんです。これは間違いなくあいつのものだ。そう、これは FBI がずっと追い求めていた天才犯罪者を捕まえる手がかりなんです。その犯罪者の名はフライデーナイト強盗。銀行を恐怖に陥れたフライデーナイト強盗。その犯行は警察も歯が立たない完璧なものでした。28年もの間完全犯罪を可能にした天才の頭脳だ。おっそっす、花金は飲みに行きたくもないし、ソフトリが好き、ケンちゃんです。どういうこと？やみやみこです。どういうこと？花金嫌いなの？全部好き。本日ご紹介するのはですね、金曜日の夕方にだけ行われる銀行強盗、通称フライデーナイト銀行強盗事件を紹介します。実はですね、この犯人ね、めちゃくちゃ頭がいいんですけど、一体どんな犯人像なのか。というわけでね、まずはフライデーナイト銀行強盗がどんな事件なのか見ていきましょう。恐怖のフライデーナイト。始まりは1973年のある日、ノースカロライナ州郊外のとある銀行に一人の男がやってきたのがきっかけでした。それは辺りが暗くなってきた午後6時前、スタッフが週末の締め作業の大詰めを迎えている頃、そんな慌ただしい閉店間際の店内に一人の来客がいらっしゃいませと声をかけたスタッフはその来客を見て凍りつきます。目に飛び込んできたのはハロウィンマスクをかぶった男、そしてなぜか腰をかがめた独特の歩き方をしていたんです。その姿勢はまるで遠く離れた異国の地の忍者のようでした。忍者？なんかどういうこと？こんな癖強すぎじゃない？そうなると。その不気味すぎるフォルムに異常を感じたスタッフでしたが、時すでに遅し、マスクの男は校内に入るや否やスタッフに銃を向けていたんです。金を出せ。銃を突きつけられたスタッフは指示された通りカバンに現金を入れていきます。カバンを受け取った男はすぐに外へ。その犯行時間はわずか2分。銀行スタッフは犯人が去った後すぐさま警察に通報。今回の事件は犯人があまりに特徴的な見た目ということもあり、すぐに事件は解決するかと思いきや、警察の捜査は難航。目撃証言が一切なく、犯人につながる手がかりが一切見つからないんです。時間が経てば経つほど犯人は遠くへ逃げていく。結局犯人逮捕は叶わず、銀行は泣き寝入りするしかありませんでした。そしてこの事件を皮切りにバージニアからニューイングランドまでの幅広い範囲で不定期に銀行強盗が発生。そして不可解なことにこの銀行強盗にはある特徴が。広い範囲の犯行だったんですが、その多くは東海岸に位置するペンシルベニア州を中心に行われていました。果たしてこれには何の意味があるのか。そしてもう一つの大きな特徴が、それは犯行が行われるのは全て金曜日で、銀行の閉店間際の時間だということ。このような犯行から人々はいつしかこの強盗犯のことをフライデーナイト銀行強盗と呼ぶようになったんです。いや、こんなん金曜来るのが嫌になっちゃうじゃない。まあ確かにね。もうね、次の日で土曜日曜と休みだからみんなハッピーみたいな、ね、前にこんなことが起こったらね、めちゃくちゃビビりますよね。自分がもし銀行とか働いてたらね。金曜日の夜に現れるという一種のこだわりのようにも見えるこの犯行。別のとこにこだわり使えよもう。その手口は鮮やかすぎるものでした。犯行のポイントは3つ。まずは滞在時間の短さ。いずれの犯行も犯人が銀行内に留まるのはおよそ2分。銀行に入ってから出るまで計算し尽くされた動きで無駄がありませんでした。早く銀行を出ることで警察から逃げる時間を稼ぐのはもちろん、スタッフや客に反撃の隙を与えません。2つ目は肌の色、身長、体重がわからないこと。犯人はいつもダボっとした長袖長ズボン、さらに首まで隠れるスキンマスク。極めつけは腰をかがめた歩き方をする忍者スタイル。そう、先ほど少し小馬鹿にしていた忍者スタイルは身長も測らせないためのテクニックなんです。犯人は個人を特定できるヒントを徹底的に隠していたんです。3つ目は逃走方法。強盗犯の王道逃走手段といえば車。大量の現金を持って逃げるとなれば妥当な判断でしょう。警察は銀行強盗が発生するとまずは逃走者を探すのが一般的。しかしフライデーナイト銀行強盗は車を使わないんです。どこへ消えたのやら、犯行後は煙のように消えてしまいます。こうした徹底的な犯行はまさに完全犯罪。近隣の銀行を長きにわたり恐怖のどん底に陥れました。その期間はなんと28年間。合計で50店舗以上が被害に遭い、被害総額2億円以上というかなりの大金が盗まれたんです。
しかしここまで完全犯罪を貫いてきた犯人なんですが、あることがきっかけで追い詰められてしまうんです。プロファイリング。フライデーナイト銀行強盗が銀行を襲い続けて28年もの月日が経った2001年4月、ペンシルベニア州。この地域にある森で2人の少年が遊んでいました。そして少年の1人があるものを見つけます。それは長さ1メートルほどの密閉されたパイプ。蓋を開けてみると、中から出てきたのは8枚のハロウィンマスク。さらには銀行に関するメモ、暗号が記された大雑把な地図。なんと5丁の拳銃と500発の銃弾まで。そう、これはフライデーナイト強盗がこの森の中に隠したものだったんです。少年たちはすぐさま見つけた全てのものを FBI に提出。手がかりをつかんだ FBI は犯人のプロファイリングを始めるんです。ここでね、キーワード解説をするね、通称メトラキーワード。今日のテーマはプロファイリング。プロファイリングとは、犯罪捜査における犯人像の分析技法のこと。犯罪の特徴をもとに統計的なデータや行動心理学を用い、犯人像を推論していきます。例えば、次の4段階の要素を統計学に基づいて分析するんです。どんな準備をしているのか、どんな犯行方法か、証拠品はどうやって処理しているのか、犯行後はどうしているのか。次は、これらの4つの要素をフライデーナイト強盗に当てはめてみます。まずは、どんな準備をしているのか。フライデーナイト強盗は完全犯罪を目論んで、かなり綿密に計画を練っています。次にどんな犯行方法か。これはスピーディーで無駄がなく、被害を最小限に抑えていることが特徴なんです。そして証拠品の処理方法。拳銃などの証拠品が森に埋められていたことから、万が一見つかっても個人が特定できないようにしています。最後に犯行後の行動。フライデーナイト強盗の犯行頻度は年に1回から2回のペースで、一度の犯行から次の犯行までしばらく間が空きます。なるほどね。なんかめちゃくちゃ客観的に犯人を分析できるわね、これはね。まあ結局ね、頭がめちゃくちゃ良かったとしても、一人の人間でやっぱちょっと癖とかなんか特徴あるんすよ。それが統計的に分かっちゃうわけね。それではね、プロファイリング結果を見ていきましょう。FBI はプロファイリングを用いて犯人の大きな特徴は次の3点だと考えました。まずは頭脳明晰であるということ。完全犯罪を可能にするだけの知識と思考力を持った人物だと推測されます。捕まる可能性の少ない逃走経路を考えたり、証拠品を森の中に隠したりといった手口は犯人の明晰さが伺えます。2点目はサバイバル術の訓練経験があるということ。襲われた銀行はいずれも森の近くにあることから、犯人は森へ逃げ込んだと考えられます。しかし森へ逃げただけではすぐに見つかってしまいます。奥深くまで入り、姿を隠す術を知らなければ逃げ切れません。つまり森での行動に慣れた人物ということ。3点目は犯人は単独犯だということ。迎えの車がないことから単独犯の可能性が高いと考えられました。 FBI はこれらの特徴に当てはまる人物を血眼になって探します。そしてとうとうプロファイリングに全て当てはまる人物を探し出すことに成功したんです。29年にもわたり犯行を続けてきたフライデーナイト銀行強盗。この長い期間、たった一人で銀行を襲い続けた人物とは一体何者なのか。その人物の名はカール・グゲイジャン、55歳。この男、ペンシルベニア大学で博士号を取得した秀才でした。これどうやって見つけたの？実はですね、カールは空手教室に通ってたんですよね。フライデーナイト強盗はね、犯行の際にですね、腰をかがめた動きをしてね、こう歩いてたんで、空手でもね、似たような動きがあるということで、カールが疑われたんですよ。本当に日本の動作だったじゃない、それ。まあでもこれ、それなると。でもさ、確固たる証拠じゃなくない？下手したら冤罪じゃないそれ。完全犯罪の裏側。空手教室に通っている高学歴という理由で FBI に目をつけられたカール。確かに彼はプロファイリング全てに当てはまっていたんです。まずカールは非常に頭脳明晰。彼はペンシルベニア大学で統計学を専攻し、博士号まで取得。ペンシルベニア大学といえば世界トップ10に入る研究型大学。創始者は政治家や研究者として有名なベンジャミン・フランクリン。教授陣はノーベル賞をはじめ世界で多くの有名な賞を受賞しています。頭脳明晰であることは間違いありません。そして彼はサバイバル術の経験がありました。高校卒業後に従軍していたんです。従軍中は特殊部隊と戦術兵器の訓練を受けています。そんなカールにとってサバイバルはお手の物。ちなみにカールはですね、従軍後に独学でペンシルベニア大学に入学してるんです。本当に秀才じゃない？そうなんですよ。最後にカールは55歳の現在まで独身でした。さらにはフリーランスで働いており、固定の仕事がありません。つまりいつでも自由に行動でき、人目を気にせず犯行計画を練ることができたんです。このように見事プロファイリングに一致したカールでしたが、本人は一切犯行を認めませんでした。ギャンブルとコンサル業で生計を立てている。強盗なんてする必要はないの一点張りだったんです。まあね、もう皆さんね、お気づきの方もいると思うんですが、プロファイリングの通り、このね、フライデーナイト強盗の犯人はカールなんです。やっぱりそうなの。
でもさ、なんか確固たる証拠がまだないわけだから、なんか言い逃れされそうじゃない？頭いいし。実はですね、カールは取り調べの時には隙は一切見せてないんです。しかしですね、あることがきっかけで事態は急展開していくんです。罪を一向に認めようとしないカールに対し、取り調べを行った捜査員を含め関係者の全員が諦めかけたその時、カールにある変化が。それはとある証言のおかげでした。その証言者とはフライデーナイトの銀行強盗に居合わせた客の一人。この客は次のように証言してくれました。あの一件以来、怖くて銀行に入れません。もうすでに証言とも言えないんですが、ただの客の気持ちを発したこの言葉。しかし言葉を聞いたカールはなんと犯行を全て認めたんです。一体この言葉の何がカールの自白を促したのか。実は彼、強盗を犯す上でただ一つ誇りに思っていることがありました。それは彼の犯罪が誰も傷つけない完全犯罪であること。そう、誰も傷つけない犯行を誇りに思っていたからこそ、今でも怖くて銀行に入れないという言葉がカールにとってはかなりショックだったんです。精神的に誰かを傷つけていたのか。こうして反省したカールは全てを語ったんです。ちょっといいやつ。でもやっぱり納得いかなかったんだけどさ、パクシゴンまで取ってなんでわざわざ銀行強盗しなきゃいけないのって、そんな困ることある？実はですね、カールはですね、少年時代にあるトラウマをね、抱えていて、それがきっかけなんですよ。インテリ犯罪者の誕生。カールが銀行強盗をしようと思い立ったのは統計学を学んでいた学生時代。彼はたまたま銀行強盗の記事を目にしました。それを読んだカールは不意にこう思いました。統計学を使えば捕まらない銀行強盗ができるんじゃないか。統計学とはばらつきのあるデータを数学的視点で見て、数字の性質や規則性などを見出す学問のこと。カールはこの統計学を用いて銀行を分析することで銀行強盗の成功率を上げることができると考えたんです。こうして彼は過去の銀行強盗、警察の捜査方法、銀行のセキュリティシステム、来客人数の推移などの調査を開始。それらの情報をまとめて最も効率よく逮捕リスクが少ない方法を考えます。そして編み出されたのがフライデーナイト銀行強盗。カールはまずターゲットとなる銀行を森が近くにある郊外に位置する銀行に絞ります。犯行後に素早く森に逃げることで姿をくらますためでした。狙う時間は来客が少なくスタッフが忙しい金曜日の閉店間際。そして自分に捜査の手が回った場合も想定して万全の対策をしていました。もし家宅捜索をされれば綿密な計画を立てるために用意した資料をはじめ、犯行を決定づける拳銃やマスク、奪った現金などが見つかってしまいます。そこで彼はこれら全ての証拠品を森へ隠すことに決めたんです。計画を練りに練って初めて銀行を襲ったのはカールが26歳の時。州を越えてカールが住むペンシルベニア州からノースカロライナ州に移動し、ついに計画を実行したんです。その犯行はまさに完璧そのもの。カールは凄まじい達成感を覚え、気持ちは高まっていました。誰も傷つけず警察にも捕まらない完全犯罪。独自の美学に酔いしれたカールは次々と銀行を襲うんです。自分の理論を確かめたいがために銀行強盗やってたってこと？まあそうなんですよね。そんな理由でね、犯罪に手を染めるのも意味わかんないですけどね。実はカールにはですね、犯罪を犯す理由があったんです。実はこの男、犯行行為はこれが初めてではありませんでした。それはカールが15歳の頃、彼の家は貧乏でいつもお金に困っていました。そしてとうとうお金欲しさに駄菓子屋に盗みに入るんです。しかしこの時はあっさり捕まり、更生施設へ収容されます。そしてこの施設こそがカールの人生を変えるきっかけになりました。カールは施設のスタッフにこんなことを言われます。一度犯罪歴がついたらちゃんとした仕事に就くことはできないだろう。カールはこの言葉を真に受け、まともな職で働くことができなくなったのかと絶望したんです。さらに彼は自分は犯罪の道で生きるしかないのかと思い詰めてしまうんです。そう、彼は15歳にしてまともな生き方を諦めてしまったんです。しかしカールはある重要な事実を知りませんでした。実は少年時代の犯罪歴は21歳で消されるんです。もちろん普通の仕事に就くことも可能。このことをもしカールが知っていれば違った人生を歩んでいたかもしれません。ちゃんとした仕事ができないって言っちゃったスタッフさ、罪深すぎないこれ。そうなんですよね。更生じゃなくてね、加速させちゃったんですよね。さあね、29年もの間、銀行中をね、恐怖に陥れたカールには一体どんな結末が待っているんでしょうか。29年もの間、銀行を恐怖のどん底に陥れたフライデーナイト強盗。カールに下された判決はなんと懲役115年。バカ。途方もない刑期が確定したカールでしたが、その姿勢は驚くべきものでした。素直に判決を受け入れ、深く反省し、FBI に協力を惜しまなかったんです。銀行強盗訓練のビデオ作成を手伝ったり、囚人仲間に数学を教えたりと積極的に活動。いいやつや。その協力的な姿勢のおかげで115年の刑期が17年に大幅短縮。
もともとのケーキが適当だもんな。もう2017年69歳の時に出生を果たすんです。優れた頭脳と経験を犯罪行為に費やしてしまったカール。恵まれない環境により犯罪行為に手を染めてしまったカールなんですが、生まれや育ちは自分では選べません。なのでだからこそ自分の手持ちのカード、そして能力を犯罪行為に生かすのか、それとも世のため人のために生かすのか、この判断の違いによってその人間の人生は大きく分かれるのだと僕は思います。パンクシーという会社が秘密裏に開発しているとあるサービス。そんな中、パンクシーから公開された唯一の情報が、そう、それがエンジニア募集なんです。重大なね、お知らせがあるんですよ。ちょっと撮影終わったんでね、ヤミコさんもね、ダークネス星に帰っちゃったんで、僕一人なんですけど、めちゃくちゃ真面目な話があるんで、ちょっと赤シャツじゃなくて、普通のね、真面目な服を着てるんですけれども、この度をもってね、アルゴメトリーが解散とかみたいな話じゃないんでね、安心してください皆さん。いやほんとね、もうね55万人になってね、ほんと皆さんにはね感謝なんですけれども、今回はねアルゴメトリーとはちょっと別のお話。僕ちょっと今会社の方をね経営しておりまして、そこでね社内のねとてもね優秀なねエンジニアの方とね、Node.js というね JavaScript のねランタイム環境でね開発しているんですけれども、言語は TypeScript というもので開発しております。ただねちょっとまだねエンジニアがね足りないんですよ。もしですよ、アルゴメトリーのね視聴者のね皆さんの中にエンジニアがねいらっしゃれば、もしくはメトラのね皆さんのお知り合いの中にねエンジニアの方がいらっしゃればね、ぜひご紹介していただきたいんです。興味ある方は Twitter からね僕に連絡していただくか、もしくはねウォンテッドリーからね応募していただけるとねとても嬉しいです。ちょっとでも興味あったらねぜひ連絡していただければと思います。すいません、お時間いただきましてありがとうございます。